皆さんこんにちは、みさとです。ここは大阪メトロ四ツ橋線の難波駅です。今回はフェリーに乗るためにこの駅にいます。四ツ橋線の難波駅はこんな位置関係。近鉄大阪難波駅の西改札口付近、 JR 難波駅とも近い場所です。この駅から住之江公園行きに乗ります。住之江公園で大阪メトロ四ツ橋線からニュートラムに乗り換えです。地下鉄の駅からニュートラムの駅は同じ改札内で乗り換え通路でつながっていますが、ちょっと歩きます。長いエスカレーターで上がるとニュートラムのホーム、エンジン音が聞こえてきますが、ホームの隣は行電場です。目隠しされていますが、破れているところから見えました。無人運転のニュートラムに7分乗ってフェリーターミナル駅に到着、下車します。ここは大阪南港フェリーターミナルです。ここの駅名がフェリーターミナル駅なので、別の港から発着のサンフラワーの利用客も降りてしまうのか、こんな案内表示もありました。改札を出てフェリーターミナルへ向かいます。連絡通路の長さは200メートル。このフェリーターミナルからは愛媛に行く航路と九州新門司へ行くフェリーがあります。今回は九州新門司港へ行くフェリーに乗ってみます。通路の端まで来ると大阪南港フェリーターミナルの建物がはっきりと見えてきました。時刻は15時前。受付は15時からだそうですが、私はネットで予約 QR コードがあるので16時の乗船開始まで特に手続きは必要ありません。広い待合室で待ちます。時間もあるので1階にある乗船受付を見に行きます。もう一つのフェリー、愛媛県のオレンジフェリーがあるので、そちらの案内もありました。車でフェリーに乗るときはセキュリティアラームの解除方法を知っておかないといけませんね。乗船時間が近づくと待合室に人が増えてきました。時間になり QR コードを提示してフェリーに向かいます。この通路を歩くといよいよフェリーに乗るんだなと胸が高鳴りますね。今日乗るフェリーは北九州2。バイクが乗船したり、乗用車が来たり、トレーラーは荷物だけ乗せたら運転席のあるトレーラーヘッドは降りるのですね。乗船口までゆっくり歩きましたが、いよいよ乗り込みます。船内はもう結構人がいました。営業時間の案内と瀬戸内海の3つの本州四国連絡橋の通過時刻の案内がありました。さて、今日の私のベッドはツーリストという客室、カプセルホテルのようなベッドです。レディースルームもありましたが、予約の時にすでに満室でした。ベッドの方はこんな感じです。枕があって敷布団、掛け布団、個室ではなくカーテンの仕切りのみです。昔のブルートレインの B 寝台に近いかもしれません。ここは開けると救命胴衣が入っていました。この船より新しいフェリーはここの下に荷物置き場があるようです。ちなみにベッドの中はハンガーが2つ、小物が置ける小ぶりな網棚が1つ、照明が1つあります。照明のところにコンセントが1つあります。空調はネットカフェの個室で見かけるような吹き出し口が1つ。調整はつまみを回して吹き出し量を調整します。向かいにはお隣さんのベッドがあります。20人定員の部屋の奥には窓がありますが、真っ暗で何も見えません。時間は前後しますが、この部分は出航した後です。フリー Wi-Fi の説明がありました。海上なので電波はつながりにくく、Wi-Fi があると嬉しいですね。どの程度つながるかは私は使わなかったので分かりません。船内の案内図。8階にスイートやデラックスルーム、7階に主にファーストのお部屋、6階はツーリストエコノミードライバールームになります。外のデッキに出てみました。広々としていて、皆さん思い思いに記念撮影されています。
出発の17時、ゆっくりと船が横に動いています。新門司港に向けて出発です。夜の帳が降りて大阪南港を出港していきます。中に戻ります。階段を降りたところが7階。さらに階段を降りると6階です。レストランは電子マネー、クレジットカードが使えるそうです。さっきまで行列が長かったのですが、今はだいぶ短くなりました。でももう少し後にします。出港して47分でこの辺り。もうじき明石海峡大橋なのでデッキに出てみます。まだこの程度離れています。電波状態はこうなります。海の上で陸から離れているから仕方ないですね。だいぶ近づいてきてズームして見ています。レインボーなイルミネーションですね。近づくとものすごい人だかりになってきました。淡路島側の淡路サービスエリアの観覧車が見えました。そして橋に近づきます。明石海峡大橋を下から見れるのは大迫力ですね。夏だと夕暮れの明石海峡大橋が見れるのでしょう。このフェリーに乗ったら一度はこの光景は見たいですね。橋も見れたので船内に戻って夕飯をいただきます。フェリー内の展望レストランです。同じように明石海峡大橋を見終えてレストランに来られた方も多く、少し行列が伸びました。レストランでの模様です。バイキング形式のレストランです。お隣のお二人と談笑しながら晩ご飯になりました。とても美味しく楽しいひとときでした。ごちそうさまでした。ここからは船内を見てみます。こちらはゲームコーナー。フェリーの案内所です。あまりに人が多かったので、船内の撮影は翌日未明に撮影したものも含まれています。こちらも翌朝の売店です。出港後の営業中はこのようにカップ麺など多く販売されていました。休憩スペースも多いのでカップ麺やお弁当を持ち込んで食事の方も多くいらっしゃいました。自動販売機コーナーに給湯器とカップ麺の自販機がありました。電子レンジもありました。この展望ラウンジでお弁当などを広げているお客さんが多かった気がします。6階のテレビラウンジ、個室以外の客室にはテレビはありません。7階にもテレビラウンジがありました。キッズスペースも完備です。コインロッカーと化粧品を入れておくセーフティーボックスがありました。セーフティーボックスは無料です。コインロッカーは大中小とあり、それぞれ300円、200円、100円と通常よりは安めの設定。でも数は多くないです。7階にある展望ラウンジです。照明が落とされていて、デッキに出なくても外の景色を眺められます。8階です。こちらはスイートとデラックスの客室とデッキの出入り口のみです。奥へ行くとスイートとデラックスの客室がありますが、そのエリアはもちろん利用客のみ入れます。6階の奥にあるトラックドライバー専用ルーム、個室になっていてテレビがあります。時期によってはプライベート S という客室名で一般販売もあるようです。エントランスロビーの階段を上がって7階すぐのところにファーストとツーリストの客室がありました。さて、このフェリーにはお風呂もあります。混雑状況もわかります。ちなみにレディースルームはこちら。お風呂、パウダールームに近い場所の2つがそれです。お風呂の向かいにあるのがパウダールーム。使っている方がおられたので画像はお借りしました。こちらはエコノミーという客室。大部屋の雑魚寝の部屋ですね。といっても自分の寝るスペースは指定されています。というところで自分のベッドに戻りました。明日は4時半からのレストラン朝食をいただきますので、この辺りで寝ます。おやすみなさい。おはようございます。
今は3時過ぎです。身支度した後、船内の撮影をするために3時半に起きました。4時半からレストランの朝食なので、このぐらい早起きしました。エントランスロビーに出てみます。さすがにガランとしています。人が多いと撮影は気が引けますので、早起きが必要なんです。先ほども言いましたが、レストランは4時半からの早起き営業です。ちなみに今の時間です。もちろん早朝、未明の時間です。来島海峡大橋通過は夢の中の時間帯です。外を見ると漁船のような光が見えました。この時間帯でもデッキには出れそうですが、さすがに怖いので出ません。エントランスロビーの階段を降ります。4時20分過ぎ、レストランの朝食の列に並んでいます。撮影スポットの日付、さっきは15日でしたが、スタッフさんたちの仕事が始まったのでしょう。16日になっていました。レストランでは夕食と朝食のセット券を購入していました。夕食と朝食券を別々に買うと2200円ですが、セットだと2000円になります。朝食もバイキング形式です。この日もこの後そこそこ歩くハードな予定なので、しっかり食べておきます。早朝からこうしていただけるのは嬉しいですね。ごちそうさまでした。朝ごはんも終えて下船の支度もして、今は5時20分。新門司港に到着し、接岸作業をしているようです。下船の列がレストラン内に伸びているので、こんなところにいます。レストランは営業を終えて片付け作業中。そして接岸作業が終わり、下船が始まりました。タラップから新門司港のフェリーターミナルへ。眠くて記憶が曖昧ですが、先の人についていけば間違いないでしょうとついていきました。無料送迎バスに乗ります。マイクロバスと普通の観光バスタイプが1台ずつでした。大阪南港から新門司港まで12時間半の船旅、ありがとうございました。20分程度でバスは JR 九州門司駅北口に到着しておりました。こんなに長い時間フェリーに乗ったのは何十年ぶりでしたが、非日常感を楽しめるとても楽しい旅でした。今回は現地の都合で1日を長く楽しめる早朝5時半に着く便にしましたが、朝ゆっくりできる新門司港朝の8時半着の便も魅力的ですね。ということで今回は大阪南港を夕方5時に出て、北九州新門司港に早朝5時半着の名門太陽フェリーの北九州2の旅でした。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。